皆さん、こんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日はちょっと特別なゲストに来ていただきました。あかね的日本語教室と、あと日本語の聴解のためのポッドキャストという2つのチャンネルを運営されているあかねさんに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日来ていただいた理由が、そうそうそう、あかねさんが2024年にこのお出かけ日本語会話の本を出されましたよね。はい。で、今度また1年以上経って、新しい本を来月3月の19日に、出版されるということで、今日はその本について、で、それからその本作りってどういうふうに進むのかみたいな、そういうところももしお伺いできればなと思っております。はい。よろしくおはい。願いしよろしくおます。願いします。じゃあまず今度次出る本のタイトルが、生活で使える日本語オノマトペですね。はい。今ちょっとこちあ、らの表紙が出てるんですが、これが、はい、本に印刷されるデザインで、はい。こちらが表紙ですね。なるほど。すごい。この段階、今はまだ本になってないっていうことですか？ そうです。まだチェックしてるところです。ちなみに、いつが最終なんですか？ 3 月19発売の場合って、そのいつまでに最終チェックを。全部その原稿とかの最終チェックが終わるのは今はい。週です。今週2月、まさに1ヶ月前ぐらいに全部終わらせて、はい。そういうスケジュールなんですね。結構。もっとでもギリギリかと思ってました、逆に。じゃないんですよ。意外とやっぱ結構詰め詰めで、今回はい。音声とか動画もあるので、全うん部うん。チェックをして、全部はい。完了っていうのが今週です。あ、なるほど。音声も全部チェックするんですもんね。大変ですね。そうですね。結構今回は量が多いので、はい。ちょっと。そんな忙しい週に、全然すみ全然、それません。はもう音声とか終わってるので大丈夫はい。です。はい。さすが。はい。いえいえ。そう、今回じゃあ、オノマトペを選んだ理由っていうのは何かあるんですか？はい。実は私がもともとオノマトうん。ペを教えるのがすごくはい。苦手です。苦手。で、はい、とっても苦手です。もう日本語教師になってから10年ぐらい経つんですけど、やっぱり今はい。でもこう日本語で日本語のオノマトペを教える難しさをすごく感じています。で、学はい。習者の方もやっぱり難しいっていう声があるので、お互い難しいからこそいいものを作って、で、うん。こうなんですか、学習者の方も学びやすい。そして私もそれを使って教えやすくなったらいいなっていうのがありました。はい。はい。わかります。教えるのすごい難しいなっていうのは、私も感じていて、昨日ちょうど一人生徒さんがアメリカから、ここまで来てくれたんですね。で、駅前でご飯を食べに行ったんですけど、天ぷらみたいのが出てきました。で、サクサクしてました。食べたら。で、これがサクサクですよって言ったんですけど、あの、それ分かってくれたと、分かってくれたかなだといいんですけど、なんとなく、日本語でやりとり、なんだろう、日本人って言うとあれですけど、日本語母語話者は、オノマトペってすごく使いやすいじゃないですか。もうサクサクって言えば、わかる、お互いに。だからなんとなく、日本語を勉強してる人もわかるだろうと思うと、わからないですもんね。そうなんですよね。私たちってやっぱり子供の頃からずっとうん、自然と使うようになってきているので、それを教えるってなると、うん、形容どうやって伝えればわかるんだろうっていうのは私もすごく悩んでいました。でも実際にうん、今ふみうん、さんがおっしゃってくださったように、日本語のネイティブスピーカーは本当に会話でよく使うので、やっぱり会話が上手になりたいなうん。ら、オノマトペの勉強は避けられないと思ったので、今回本にしたいなと思いました。なるほど。本当に結構上級者の方でも、オノマトペは間違えるから避けるっていう話も聞いたことがあるんです。じゃあそういう人が
少なくともこの本に載ってる状況ではどう使えばいいかわかるっていうことになりそうでそう。すね。うんうん。はい。一応内容としては、多分 うん JLPT の うん。N3 レベルの方でも多分分かるようには一応作ってあるので、意外と はい。JLPT にも出てくるんですよね。なうんうん、のそうですよで、ね。はい。生活でこう使えるものは一応選んできたんですけれども、うん。JLPT とかに出てくるようなオノマトペもあると思いますので、こうどちらはい。も勉強している方に役に立つと思っています。あ、じゃあこの表紙の、その Amazon の予約サイトの表紙によく使う66個解説って書いてあるんですけど、66個。これ、あかねさんが選んだんですか？そうです。あーどうやって選びました？ちょっと説明させてください。お願いします。ちなみに、漫画で紹介しているのは確かに66個なのうん、ですが、その他に各章に10うん。個ずつもっと覚えたいものと、あとはい。コラムでも少し紹介しているので、多うん。分この本全体で見ると190以上のオノマトペが載っているはずです。はい。で、どうやってオノマトペを選んだのか、主に3つの作業をしました。うん。一つ目は自分がよく会話で使ったり聞いたりするものを書きました。うんうんうで、友ん。達との会話、家族との会話で出てきたオノマトペをどんどんメモしていきました。あとはテレビ、アニメ、漫画にもよく出てくるので、そういったもの、自分が見たものは、メモしていきました。で、2つ目が SNS や うん。 LINE でやり取りしている友達のメッセージでオノマトペが出てきたらそれもメモしました。で、3つ目は私が普段教えている日本語のテキストとか小はい。説で出てきたオノマトペも書き出しました。で、それをまとめて、じゃあこの本にどれを載せようかっていうのを選んでいきました。ということは、会話でまず使うものと、メッセージなどの、書かれたもので使うもの。まあ、それは LINE だったら、割と、なんだろう、生活で使う。生活で使える。すそうですね。みません。まさに、そうですね。まさに。まさに生活で使える。で、最後は、じゃあ文学作品的な、そういう、まあ、書き言葉、本当の意味での、そういうも小のが、あ、はい。でも小説でも結構会話が出てくるので、そういったものからあ抜き取ったり、ああ、えと、え、ええ、 JLPT の本とかもちょっと参考にしうん。ました。うん。じゃあ本当に、選んでる時期は常にあれですか？メモって、こう、あ、んこれ使えるって。すごく聞いてました。オノマトペが出てこないかどうか。この人何言うかなって。あと、別になんでしょう、すごく聞いてたわけじゃないですけど、例えばうん。カフェとかに行って、たまはい。たま隣に座ってた高校生の会話とかもちょっと聞いたりしてました。高校生とか、どんなオノマトペとか覚えてます？あ、こ覚えてれ使えないんでるみたいな。覚えてないんですけど、でも結構使ってるなって思いましたね、やっぱり。はい。本当ですね。私もやっぱり、すぐ使います。なんだろう。もう、使いすぎなんじゃないってぐらい、結構オノマトペで話してるので、そうなんですよね。自分のうん。気持ちとか、あとうんう痛さんうん。とかもやっぱりオノマトペで伝えることが多いので、やっぱ生あ活とあ。密着していますよね。はい。痛さってあれですか？病院とかで、どう痛みますかって言って、キリキそうリとか。ですね。あと、私がこの前実際にあったのが、健康はい。診断をするときに、看はい。護師さんうん。にチクッとしますよって言われるそのチ注射。クッと。はい。そうですね。だったり、あと確かに痛い時にどのような痛みですか？ズキズキとか、ガンうガンとか、ん。あとすりむいた時はヒリヒリする。だはい。し、結構使うなと思います。そういうのも載ってるんですか？はい、載ってこれは。ます。はい。はあ、猫ちゃんが怪我しますか？あ、チクッとする場面が出てきます。そう。なんかこの漫画でっていうことじゃないですか。はい。だからすごくこう親しみが、なんだろう、場面を想像しやすいなと思ったんですけど、これは、漫画にした理由っていうのは、どうして今回漫画で使える、間違えました。漫画で学べるオノマトペにしたんでしょうか。まさに今、ふみさんが言ってくださったように、こう、うん。場面が
見えた方が分かりやすいうん。と思いました。やっうぱりん。言葉だけで意味を説明しても伝わうりにくいん。オノマトペはたくさんあると思うんですよね。でもストーリーとか絵があった方がイメージしやすいと思います。なんか例えば風がビュービュー吹いているだったら、まあ、風が強いといえばもちろん伝わると思うんですけど、そこに漫画で例えば強い風で布団が飛ばされている様子を見たら、重い布団が飛んでるっていうことは風が強いとわかるので、やっぱり絵でその情景をイメージした方が覚えやすいと思ったので漫画にしました。うん。本当そうですね。布団もすごく日本っぽいものですけど、そういうのが飛んでたら風が強そうだな。その時はビュービューとか記憶に残りそうですね。はーい。それうをこう記ん。憶に残したいっていうのも一つの理由です。ああ、なるほど。そう、この、アマゾンの表紙、出ている表紙のはい。この会話もちょっと可愛くて、ちょっと読んでいいですか？はい。あ、画面にも出しますね。でもありがとうございます。ありがとうございます。はい、これ、来週、あかね先生と飲みに行くけど時間あるって一人の猫が言って、一匹の猫が、茶色い猫が言って、灰色の猫が、来週は大阪に出張するんだって言いますね。で、二コマ目で、じゃあ再来週はって言ったら、再来週は北海道に出張。今月はスケジュールがぎっしりなんだ。って言って、そのカレンダーの上にこうぎっしりって書いてある漫画になってますね。そうすると、スケジュールが埋まってたら、まあなんだろう、スケジュールだけじゃない。何かがこう、埋まってる。ぎっしり埋まってるのがぎっしり。そうですね。説明が難隙間が。そしい。そう。うなんですよ。やっぱりネイティブスピーうん。カーだからこそ難うん。しいですよね。そう。だってぎっしり詰まってるからぎっしりって説明にならないですもんね。まあでも、隙間がないくらい埋まってるうとか、ん。まあそういう言い方ですよね。でもやっぱ漫画で見た方が、まあストーうん。リーも分かって、よりうん。覚えやすいと思います。うん。うん、確かに。やっぱね、漫画はいいですね。そうなんですよね。あとやっぱうり勉ん。強っていうより、なんか結はい。構リラックスして、こうなんか楽うん。しくこう読んうん。でもらいたいっていう思いもあります。はい。あ、でもそうだ。なんかコラムもあるんですよね。はい、コラ読み物ムも的な。あります。コラムと章はい。末テストとポッドキャスはい。トも各章にあります。ポッドキャストっていうと、それは音声と連動してるんですか？はい、文章が書いてあって、それをはい。音声で聞くことができます。それどんな内容なんですか？例えば、テーマは。テーマはその各章によって違うんですけど、各はい。章で紹うん。介したオノマうん。トペがたくさん出てくるようなストーリーにうん。なっています。で、あと実はい。は、うん。ごめんなさい、特典なんですけど、はい。本には載ってないポッドキャストも今回作って、それをお、ダウンロードして、スクリプトも見て、で、音声も聞けるようにしたので、ちょっと本以外のところでも楽しめると思います。それは本を買ったらダウンロードできるんですか？はい、その通りです。どこで買ってもいいんですか？本屋さんでも、オンラインでも。あ、もちろんです。はい。本にそのリンクが書いてありますのああ、で、はい。なるほど、なるほど。じゃあそこにアクセスすると、特典がはい、あり余分に。ますので。はい。はい。あ、いいですね。やっぱ、私この前、ごめんなさい、自分の話なんですけど、はい。本当に本を買ったんですね。なんか、ポッドキャストの作り方みたいな本を買って、うん。で、どうしよう、買おうかなって、もう自分作り始めてるし、だけど、なんか読みたいなって思った本があって、でも、どうしようかなって思ってた時に、特典ダウンロード、その特典でダウンロードできるってあって、思わずやっぱ買ってしまって、それを見て、なのに聞いてないんですよ。それを。よくないっていうか、うん。でもよくありますよね。特典にこう釣られて買ったけど結局使ってないとかありますそう。よね。私結構それあって、この確かに。サイトで買うとダウンロードで何か聞けるっていうの、じゃあ買おうってやって、聞いてないのが他に2つぐらいあります。でも、ふみ先生、やっぱ、ふみさん、やっぱ、あれですよね。勉強熱心ですよね。ポッドキャストの話ですか？はーい。素晴らあ、しいです。いやいや、でもね、ポッドキャストチャンネルは別チャンネルにした方がいいですよって、あかねさんに教えてもらって、あーそう、あれで始めるきっかけになりました。最後、どうしようかなってずっと悩んでて、同じのでやるか、新しくするか。
もそこで分けた時のメリットみたいのを教えてもらって、あ、じゃあやろうって始めることがでわあ、きま嬉しして、い。でも、ありがふみさん、とうございます。本当に声がいいので、絶対ポッドキャストやるべきだって思ってました。ありがとうございます。本当に、はい、良かったです。はい。嬉しいです、そう言ってもらって。あの、あかねさんの声も綺麗ですけど、今回の音声、自分で録音されました。自分の声ですか？はい、自分の声なんですが、漫うん、画はキャラうん。クターが4匹猫がいるので、あはい。ともう2人ナレーターの方にお願いして3人で録音しました。ちょっと待ってください。キャラクターが4匹いて、1人があかねさん。私うん。でもう1人の方はい。でもう1人の方がなんと2匹を担当して声を変えてくださって、はい。全然違います？そうですね、結構わかると思います、違いが。同じ人がやってるけど違うなってわかります？それとも、わかると思います。同じ人だということはわかる？ああ、どうですかね。私もその録音の場にいたので、はい。で、もう分かってるから、それを聞いうん。てあれなんですけはい。ど、もしかしたら分かるかもしれないですね。うん。はい。でもわかんないかもしれないですね。そうですね、はい。ちょっと高低差を変えてもらったりとかしていへるので、声え。質は同じだと思うんですけど、キャはい。ラクターのその声の特徴っていうのはちょっと違う風にしてもらったので、そこは楽しめると思います。あ、じゃあ、そこ聞いてみます、私。ぜひ。ちゃんと、なんだろう、同じ人に聞こえないのかどうか。だってわからないですもんね。本買った人には、まあ、どれが茜さんっていうのはわかると思うんですよ。多分そう声で。ですね。ね。で、残りの3匹がどういうふうに分けてあるのか、わかるかな？どうでしょうね。ぜひ聞いてみてくはい。ださい。はい、はーい。楽しみです。うん。あ、じゃあ音声を取るってちょっと興味あるんですけど、なんかスタジオみたいなところで撮るんですか？はい、そうです。すえ、ごいですよ、やっぱり。すごいスタジオですか？はい。なんて言うんですか、やっぱり防音の設はい。備が本当にしっかりしていまはい。すし、もうよくわからない機械がたくさん置いてあるので、あ、本格的だなと思いました。本格的。広いんですか、その部屋は？そうですね、4人は余裕で入うん。れる部屋でした。で、よく、アニメの声優さんたちが録音しているのとかを見ると、例えば、3人ぐらいがそれぞれのマイクの前に立って話して、なんだろう、喋ってる、録音してるっていうイメージがあるんですけど、あかねさんの時もそういう感じで、例えば2匹の会話は、その2人というか2匹で一緒に同そうで時というか、すね。はい。漫画の部分は3人ではい。同時にその部屋に入って、で、自うん。分の番が来たら自分のセリフを読むということをしました。あの、緊張しましたか？めちゃくちゃ緊張しました。プロの方だから、間違えたらどうしようとか、感うん。情の入れ方とか、やっはい。ぱすごいなって思いました。あ、どういう感情の入れ方っていうのは、どういう感じなんですか？やっぱ漫画の場面ごとに、例えばはい。焦ってたら、その焦ってるような感情を出すうん。話し方とか、嬉しかったら、その嬉しさが伝わるような話し方っていうのはい。は、やっぱりプロの方だなと思いました。もう声でそういうのが出るってことですね。伝わります。はい。いやー、すごいですね。びっくりしました。もうすごくいい経験でした。うん。あの、あかねさんはじゃあ読んでる時に今間違えないようにとか言ってたけど、ちょっと間違えたりとかもしましたか？漫画は大丈夫だったんですけど、はい。その他の例文うん。とかコラムとかポッドキャストとか、多分はい。3時間ぐらいその後一人ではい。収録したので、その時はやっぱ言い間違えたりしました。でもそれはね、当然言い間違いはね、人間ですから。はい。なので結構時間かかりました。あ、でも逆にその3時間で終わったっていうのは、なんとなく私2日ぐらいとか、もうちょっとかけてやるのかと思ったんですけど、1日で全部終わったってことですね。そうですね。はい。意うん。外とそこまで量はないかなとうん思います。うん。はい。あ、全部で音声部分何分あるんですか？まだちょっと編集の合計とかはわからないんであすけど、でー。も、1時間以上は絶対にあります。
うんうんうん。初めにとか終わりとかも全部読んでいる読んでる。ので、あ、はい。そうなんですね。はい。多分日本語で書いてある部分はほとんどうん。読んだ。なんかオーディブルみたいな感じがいいなと思ったので、前回のはい。お出かけ日本語会話と同じように、本当にうん、全部読んだので、うん。絶対に1時間以上はあると思います。あれ、逆に、あれですか、通して聞いたりはできるんですか？あ、どうなんですかね。何で聞くかによると思うんですけど、一応なんはい。かトラック1とかトラック2とうかはんうん。あるので、まあ、多うん。分 Spotify とかだと全部聞けるんですかね。すいません。ちょっとねえ、私もまだその辺はどうなんだろう。分かっていなくて。でも、なんかはい。全部流すとかは、ダウンロードしたら多分できるうんうとは思うんんうん。ですけど、はい。そしたらちょっといいですよね。1時間とかずっと聞きながら行ったら、何回か聞いてたら、少し頭に残りそうな気がします。そうなんですよね。なんか本がなくても、こう音だけでもこう聞いうん、て楽しめるようにしたいなと思ったので、はい、うん。そうやって使っていただけたら嬉しいです。なんか思いました。今、その、録音してる様子とか想像したら、多分、声優さんたちの心のこもったあれと、あとそこに茜先生がいつも聞いてる茜先生の声がして、多分楽しいですね。これ聞いてたらね。ちょっとこう漫画はいつもと違う感じだと思うので、はい、楽しんでえ、もらえたら嬉しいです。それは茜先生の声がいつもと違う感じですか？多分声っていうか、そうですね。多分ちょっとは違うと思います。あ、感情がよく出てる感じの茜さんになっている。なんかポッドキャストとかって、ちょっとふみさんどうですか？ポッドキャスト言ってる時って結構感情入りますか？なんか、最近入ってる。じゃあ多分ふみさんのがうまいと思う。なんか私は、いやいや、私多分平坦なんですよね、普段。多分ですけど。だかそうら、よく聞かせてもらってる時は、感情がないってわけじゃないけど、やっぱり、普通にちゃんと喋ってる感じで、ちゃんとっていう感じがするので、でも例えば困ってる猫役だと、こう、あかねさんの困ってる感じとかが出てくるってことです多かね。分普段とうん。違うように意識はしたんですけど、ちょっとそれはもう、聞いてくださうん。った方のコメントを聞きたいなとあ、思います。そうですね。じゃあ皆さんそこちょっとチェックして、恥ずかしいな、なんか楽しみです。よろしくお願いしまはい、す。ありがとうございます。じゃあ、音声がそんな感じで。そうだ、じゃあ最後に、その本作り全体についてお伺いしたいんですけど、あ、まず最初にごめんなさい。この前の本のこの反響とかはどうだったですか？あ、なんか結構良すごい。かったですよね。ありがたいことに、もうコメントとか DM もたうん。くさんいただいて、でもふみさんもわざわざ、ね、イベントで買いに来てくださっそうなんですて、よ。神楽坂までね。びっくりしました。多分ふみさん見て買ってくださっはい。た方もいらっしゃるので、もう本当あ、にありがたいです。だといいんですけど、い絶や対そうだと思います。本当に。はい。ー、はい。ね、あの時すごいポップアップストア、書店。あれ、いいなと思いましてね。なあ、今回はかなか、そういうのは。今回はちょっと残念ながらそういう機会うん。はないんですうん。けど、はい。うん。ね、できたらいいんですけど、なかなかちょっと難しそうで。ああ、なるほど。でも本当にね、これ、良かったですもんね。あ、なんか、1位とか取ってましたよね。あ、アマゾンとかで。最初の方ですね。はい。はい。ありがたいことに多分、結構多くの方が買ってくうださっん。て、はい。うん今でもうんうん。一応なんかうん。評価とかは増えてるみたいなので、ありがたいです、本当に。うん。だっていつでも使えますもんね。古くならないっていうか、と思うんね。ですけどね。ね、はい。10年会話だ後でもから。大丈夫だとうー思うんですけどね。ん。ね、たくさん長い時間使ってもらえたうん。ら嬉しいです。そうですね。で、じゃあそこから、今回の本もまた1年ぐらいかかそうでったってすね。はい。お伺いしたんですが、具体的にどの部分にどれくらい時間かかるんですか？やっぱり最初の原はい。稿を書く、書くと本のころ。内容を書くところが、うん。やっぱり2、3ヶ月はかかりますね。あれ、でもちょっと待ってください。2、3ヶ月ってはい。ことは残り9ヶ月はその後工程ですか？そうです。あとは、はい。何回もそれ確認するんですよ。うん。自分だどういう意けじゃなく味ですか？て、はい。まず1回目自分が原稿を書いたら、それをはい。出版社さんに送って、出版社はい。さんも全部確認して、はい。あと、
それをまたさらにチェックする人がいるんですよね。で、それをまた戻してフィードバックされても、もう赤字がバーって書いてあって、例えばどんなことに赤字書いてあるんですか？いや、もうほんと細かいことなんですけど、はい。なんですかね、もうちょっとこういう言い回しの方が、こういう表現の方がいいんじゃないですかとか、うん。あと、私結構いつも書きすぎちゃうんで、ここも入らないから、どれを削りあますかとかが結構多くて、でやっぱせっかく書いたから載せたいのに、え、どれ削ろうとか、それはすごく時間かかりますね。例えばその日本語のこういう言い回しの方がいいって、例えば変えると、自然だとなんか難易度が上がっちゃったりするかもしれないじゃないですか。難しくなっちゃうから、あえてこっちを使ってるんですとか、そういうのもありました？そういうのあんまりなかったですかね。ただ、例えばうんうん。他の章に同じはい。単語が出てるから、今回の章ではああ、なんか別の方がいいんじゃないですかとか、そういうアドバイスもたくさんいただくので、やっぱできればいうん。ろんな単語を使いたいので、その時に別の名詞にするとか、あと、そうですね、もうありすぎて、もうちょっはい。と、はい。そんなにあるんですね。いや、もうすごいびっくりするぐらいもう赤字だらけ。で、やっぱそれを今度また見直して、で、はい。修正してっていううん。のを3、4回やるんですよ。そうなんですはい。ね。で、私の場合もそれは自分で希望していて、はい。多分書いてる人によるみたいなんですけど、私はもう絶対うん。自分で最後まで確認したいですっていうので、はい。4回目ですかね、今チェックしてるとこなんですけど、はい。最後まで確認しないっていうと、どういうことになるんですか？なんかもう、書いてる人によっては、あ、じゃあ、はい。3回目のチェックでもう、あとは、うん。出版社さんとかにもお任せしますみたいな方もいるらしいでへす。え。でも私の場合はやっぱ全部見たいので、あと、ルビとか漢字の読みはい。方とかも全部チェックしたいので、最後までやりますっていうお話をして、もう一字一句う全部ん。確認するっていうのがやっぱ結構原稿書いてる時よりもそっちの方が私は大変ですね。よくわかりました。そうなんですね。最初は3ヶ月。書くのももちろんすごく大変だと思うんですけはど、い。その後がまた長いんですそうです。ね。で、もちろん待ってる時間もあるうん。んですけど、その確認していたあ、だいてる時に待ってるんはい。ですけど、でもそのうん。時にやっぱじゃあ今度は表紙のデザインはい。作ったのでやっぱこれを確認してくださいとか、あとうん。私今回動画と音声があったので、まあそういうのも合間に撮影収録して、で、はい。編集していただいたのを全部1時間以上分のを全部自分でやっぱ字幕が合ってるかとかもチェックするっていう作業があります。はい。原稿だけじゃないですね。なるほど。動画はご自分で撮影したんですか？スタジオに行っあ、スタて、ジオで。はい。そのプロの方に撮影していただいて、編集もプロええ、の方にやっていただいて、で、うやっぱ字ん。幕とかは、まあ、しょうがないですね。やっぱ私のちょうん。っとね、言い方が悪かったりしたり、あと、振り仮名もついてはい。るんですけど、それとかも全部自分でチうェックんうん。はしました。はい。はあ、なるほど。次なんですけど、その今いろいろやることがあったと思うんですが、でも一方で、あの、YouTube のチャンネルとかもちゃんと更新するし、あと学校でも教えてらっしゃいますよね。はい。そういう忙しい中で、一体いつやってたんですか？もうそれがすごくタイミングがよくって、あはい。の、その今言ったような本当に忙しいなっていう時がちょうど学校の夏休みの時期とか、ちょうど冬休みの時期だったんですよ。はい。でもそれ以外だと、まあ、やっぱもう休みなかったですね。土日やったりとかはしてましたけうん。ど、うん。うん。でもちょうど良かったです、今回は。確かにそれは良かったですね。その長期はい。休みに当たったっていうのほんは。とそうですね。じゃなうかったらん。ちょっとかなり、もう先月は結構パニックになっちゃったんあ、そうですけど、なんですか。でも、YouTube とかラジオは大体もうなんか私3週間後までは一応全部終わらせてるので、もうそれが、素晴らしい。もうでもそうしないとなんかもう安心できないっていうか、あ、もう今週の動画やってないって思った時点でもう絶対パニックうん。になるので、常にもう3週間後までやってるから大丈夫っていうこう
安心させてるっていう感じでした。3週間先まで取っておくことが、それは茜さんにとって大事なことなんですね。精神安定のために。そうですね。もう編集も全部してあるのうん、で、はい。すごい。もうじゃないと、週一きついですよね。結きついですよね。あれ、本当き構ついですよ。ですよね。もうねふみさんもうもう、ん。ずっとやられてるので、ねはい。なのえ。そう。で、そうすると、じゃあ例えばずっと忙しくて休みもなくて、こう嫌になるとか嫌になってしまう。そういう時はなかったですか？もうありました。いありました。や、もうなんか私なんでこの仕事を引き受けたんだろうとか。やっぱそう思う時がありました。そうなんですよ。自分でやりたいって言ったのに、やっぱり、うあれん。みたいな。私全然、もうやることがどんどん増えていった時は、はい。何やってんだろうってそう思いましたね。でもやっぱり一回出版してるので、このはい。出版して本ができた時の喜うん。びを知ってるので、もううもうそん。れをもう楽しみにしてました。あ、もうずーっと。じゃあその嫌になってしまった時は出版なんていうか出版された後のことを想像して頑張るって感じですか？そうですね。あと必うんうん。ず終わるはい。時が来るって思ってました。この忙しいのはもう2、3年あ続くわけじゃなくて、まあ、あとはい。数ヶ月だからうん。頑張れるよねってもう言い聞かせるしかないみたいな。厳しいですね。いやーでもそうですね。ちょっと先月はかなりきつかったです。まあでなも、うん。そうですね。自分のためって思ってました、もう。うんうんうん。あれですか、なんだろう、寝る時間も少なくなっちゃうとあ、か。それは私、逆にこう睡眠を減らすことはできないあ、ので、はい。はい。徹夜してとかは絶対ないうん。ですね。ただ、やっぱ、まあ土日とか、普段は休めてたのが、まあその日うん。も全部仕事とかっていうのはありました。なるほど。じゃあそういう苦労を経て、いよいよ。そうですね。もう本当にね、手に取ってもらえたらすごくう嬉しいでん。す。うん。私本当にこれ楽しみにしてます、読むの。ありがとうございます。はい。じゃあ、今日はありがとうございました。長くなっちゃってすいません。いえいえはい。いえいえ。じゃあ最後にこれを見てくださっている視聴者の皆さんにメッセージがあればお願いします。はい、皆さん、このポッドキャストを聞いてくださって本当にありがとうございます。皆さん、ふみさんの声は本当にいいので、ぜひチャンネル登録お願いします。以上です。ごめんなさい。あかねさん、私はこの本の宣伝をしてもらおうと思ったのに、なんていい人なんでしょう十か。分、もう十分宣伝してもらったんで、も本当にう大丈夫です。もう大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、あかね先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございましございました。た。はい。ということで、あかねさんのインタビューを聞いてもらいました。いかがでしたか？あかねさんの本、生活で使える日本語オノマトペは3月19日発売で、今、Amazon の、日本の Amazon、amazon.jp で、見れます。予約もできます。ぜひチェックしてみてください。オノマトペって難しいと思うんですけど、使えると、やっぱり、この人日本語うまいなって思われる、ものになります。あと、日本の人にとってオノマトペを使って話せるとすごく楽なんですね。これ、さっきも言いましたけど、サクサクで美味しいとか、じゃあサクサクがどんな感じかを相手が分かってくれたら、すごい楽です。なので、本当に最初はよく使うオノマトペから勉強するといいと思います。ぜひやってみてください。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。読み方が間違っていたら教えてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、デードさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌア・イシルメさん、チチさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッ
キヨクさん、チャンドルさん、クリスティーナさん、オー・ウェンハオさん、BB ガンメイクピースさん、チャールトン・ローさん、グエン・トゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャン・ジテさん、ビッグガスさん、カンチョさん、リン・シェンシュンさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、リョウ・スイエさん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウップレティさん、ホア・グエンさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、ハヌルバラキさん、イ・ギルジンさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。とっても励みになります。まだ入っていない皆さんも、もしよかったらぜひご検討ください。では今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。この動画が良かったらぜひ高評価とチャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。良い1週間をお過ごしください。